疲れちゃったのかいや、そういう時あるよ。な。どうですか、ドイツ語の勉強は。私も疲れちゃったのかな、やな。疲れて、あ、そうですか。はあ、ああ、そうですね。なんか、そうなんですよね。いや、でもそんな、うん、特に何もなく、なんか、まあでも、うん、ちょっと、アンディさんのビデオを準備してなかったから、ちょっと、なんか最近、音の、ちょっと待って。言ってましたね。そうそう、音の、チェックしましょで、なんかもう完全に、音の問題がさ、もうなんかめんどくさすぎて、もうなんか完う。全になんでですかね。いや、別に何でもなく、なんでっていうほどの問題じゃないんやけど、あの、うん、うん。いやレッスン21のあげるくれる。うーん、ちょっと待ってな。わかった。えアンディさん。パッセー21やんね、今日。今日 21?21 21、はい、はい。21です。21です。でもさ、パッシブ違うよね。あれ え、 ?21 じゃない？ ちょっと待ってく 22 ださい。かな。22やわ。おかしいな本当にと。はい。本当にって。本当にもうだいぶ遅くなっちゃったから。そうね。夜遅いね。からなんかな、これ。あとまあ、だいぶ遅いですね。さっき言ったハロートークのことに関して言えば、なんかうんうんうん。かなり人のサーキュレーションがなんかひうん、低くなってるというか、なんかこうやってほとんどもうサーキュレーションって何です海底人が全然入ってこない。ここか？この部あ屋にいてもなんか他の部屋の私も他の部屋に入るわけじゃないけど、他の部屋の数字を見てても全然こう数あ、字回ってないなって。そうそうそう、へえ、全然数字回ってないなってすごい思う。だからクリックすみんる、なが、クリックする数すごく減ってると思うん、う。うん、みんなうがクリックしてん、部屋に入る数。なんかさ、うこっん、ちはさ、何もやってること変わってないからさ、なんていうの、そう別に良くも悪くもさ、別にな。で別に人もさ、う別にさ、ん、そんな言い悪いをすぐ判断できるほどここにいないの。別に10秒ぐらいいてまたどっか行くとかやから。でもじゃあうん、うん、どうやってじゃあストリーミングを見る人がを得るか得られるかって言ったら、やっぱり例えばじゃあ10人20人来るから、その中で1人面白いと思った人がじゃあそこに残る。じゃあまた次の10人20人が来て、その中でまた1人ぐらい面白いなとうん。思った人がまた残るって言って、こう人が増えていくわけやん。だからああ、なるほどね。新しい10人新しい20人っていうのが来るのにかかる時間がすごくどんどん長くなってるから、そのああ、ストリーミングをやってもあんまりこう見る人、見ていく人ってあんまりいないというか、通り過ぎる人は多少うん、いるけど、うん、っていう感じがする。なるほどね。そうそう。うん、なんか
今日のその音はさ、どうなん？全然そっちから聞いてたら別にいつも通りな感じ？いつも通りですし、いつも通りです。いつも通り。本当にいつも通り。でも、これはあります。なんか途中でやっぱりなんか接続が、多そうね。分あれでうん。そうそう。聞こえなくなるみたい接続が悪くなるのも、あの、めんどくさいよね。それもな。うん、うん、私うん。嫌いです。そうですね。でも、それじゃないんですよね。言ってはるのは。そう、接そこじゃ続じゃない。ないんです。そう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 。そのスーうん、パーグッド接続でうん、も起こりますっていう部分に関して、うちょっとじゃあ、アん。ンディさんの音量調整するから、上げるかはい。下げるか教えてください。はいはい。Because of sentences plus te ageru, te kureru, te morao. In あげる、Genki あ 2 げる。second edition, this was actually separated into, it was not separated これ into a ぐらい。separate section. これぐ The らいが third いい。edition split it off into a completely separate section, which was probably a OK。じゃあうん。ね、今日のあげるくれるもらう、今言うてはった。あげるくれるもらうのところなんやけど、うん。まあ、面白いな、ちょっと by a 待って。lake, so we went swimming a lot, but I just OK、ここから行きます。で、私は今からちょっとトイレに行って水を取ってくるから、ゆきこさんは皆さんとコミュニケーションを取ってください。おー、待ってはい。くださいね。え皆さん、ー、今から水を取ってきます。はい、質問。今日何を飲みましたか？大体ね、返事がないんだよね。うーん。何を飲みましたか。そうですね。私はコーヒーを飲みましたかね。皆さんは何を飲んだでしょうか。はい。こんにちは。あすみさんがもうすぐで戻ってきます。戻ってきたら、今日はカーザティブのあげるくれるもらうを勉強しますね。どう？返事来たやん。こんにちは。うん。ゆうなこんにさん、ちは。ゆうばさん。ってます。はい、じゃあ、行きますか。私、はい。今日、久しぶりやから時間かかってすみませんでした。やります、やります、やります。始めます、始めます。そのために音楽かけます。音楽探します。はい、始まりますよ。始まりは、本当はここから始まるね。全然準備してへんやろ。衝撃の。OK、行きましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。Practice speaking English while chatting about Japanese grammar. My friend Yukiko, who is a serious English learner, is hoping to be able to explain Japanese grammar more in English in her classes where she works as an online professional Japanese teacher. For her English training, we will review the Tokeni Andy's Genki textbook, review its base, and discuss the learner's perspective on Japanese grammar while practicing the practical English phrases he uses already. Let's start it. こんにちは皆さん、こんにちはゆきこさん、はい、ダニエルさん、ゆうまさん、こんにちは。どうですか調子は？ How are you?
I'm good. Okay, good. I I'm just good. okay. This morning, this week, I was struggling to wake up. 起きるのが大変だった。But Mm, today I got some yeah today I could because today was the US presidential election day. So yeah, when I woke up I thought, oh wow, it's election results day. So it's it made me easy to wake up because if you search the results you see the reality, right? So mhm. what I'm doing is I'm trying not to sing it yet because I don't want to Mm, see it. It's too scary to see already. So let's start. okay. Last time we practiced causative, passive, causative. Okay, what is causative, Yukiko? Causative. Causative is causative. Oh, okay. Causative is なんか刺激刺違う。激系。English? 刺激です。そうです。刺激系 causative. So what's the sentence style? What's the sentence start? Oh, Style. okay. Style. Okay. So, uh, okay. So the one of the conjugation, Yes? but so okay. Like so the director Mm-hmm. and then I don't know the Yes. So indirector. I don't the know. Mm. director's action sentence. Director is a person. Direct, give the order, but do not action. So director's So, action is ordering and mm-hmm, describe the receiver, this doer's action with this mm-hmm, yeah. conjugation. For example, if director makes someone eat, 食べさせる. If Mm-hmm, director makes someone look at, mm-hmm. 見させる。if director makes someone wake up, 起きさせる、起こす。That's another argument we did in the previous session, so you can take a look at our previous session anyway. But today we're gonna learn more. Actually, when do you use いつ使いますか causative is When do you it use? is not like a director's sentence. It's more like when we want to describe our needs, we use it. Okay, what does that mean? What does that mean? Mm, That's today's theme. So it's not like あ、ゆきこさんは私にピザを食べさせた。That's not always we gonna use. How we gonna use is ゆきこさん could you direct me to eat pizza for my sake? So if you wanna do something, actually you use causative. Okay, let's listen what Andy explained. Just figured I'd use this sentence. The next one is going to be causative sentences plus te ageru, te kureru, te morau. In Genki 2 second edition, this was actually separated into, it was not separated into a separate section. The third edition split it off into a completely separate section, which was probably a good idea because it is a lot of material to put into a single section, but it's not significantly different from just the straight up causative. So to make the causative te ageru, te kureru, te morau form, you just take the causative te form. So for example, taberu becomes tabe saseru. So the te form of that is tabe sasete. Tabe sasete. And then you add ageru, kureru, or morau. Now these are very similar to just the regular te ageru, te kureru, and te morau. The main reason this is brought up here is that if you have a te ageru, kureru, or morau, it's always let to allow someone to do something. It's never forced or make someone to do something. So the setup of a sentence is exactly the same. I'm not going to go over
the differences between ichidan and stuff because it's the same conjugation as before. 人は誰かに何かをさせてあげる. So the director allows the doer to do something. So the example sentences are going to sort of point out what the differences here are between ageru, kureru, and morao. I'm not going to go into total detail because we covered that earlier in Genki too. But I'm going to use the same verb to sort of point out the difference. So, 食べさせてあげるよ. I'll let you eat it. You know, so I will let you eat it. 食べさせてあげる. So the relationship between people, they're the same as the regular te ageru, te kureru, te morao. So if you need to cover that, go back to lesson, I believe it was 16, and that should give you more of an idea of how you're allowed to use these. So 食べさせてくれない, won't you let me eat it? Won't you let me eat it? So くれる, obviously it's going to be someone allowing me to do something. So 食べさせてもらおう means I'll have you let me eat it. So this is more like getting someone to allow you to do something. So for example, if there's food on the table and it's not your food, but you want to eat it, and you want the person whose food it is to allow you to eat it, you could say something like 食べさせてもらおう. Actually, Yuki's sister said that last week once, for I can't remember exactly what, but it basically means I'm gonna get her to let me eat it. So that's what the te morao will be. Get them to allow me to do something. That's very interesting. Like Andy analyzing how you can describe in English, and this is so you see how the English you can use. Basically, the idea is you can describe letting or allowing. That's this grammar's concept. So 食べさせてあげる。食べさせてあげる。If it is your sentence, I will let you eat it. I will let you eat my pizza. I will let you eat my cake. So, let you, right? Okay, so 食べさせてくれる basically Have you ever heard? 食べさせてくれ So る have you How in about English? I will let you eat it. Like a mother. Mother? Like somebody who has power and yield the power over the like junior people like Okay. less How power about people. boyfriend and girlfriend? Maybe. Maybe. I will So let Japanese. I will let you decide. 決めさせてあげる。I will let you decide とか。Okay. 食べさせてくれる on the other hand, it's not your action, right? So it's the listener, your listeners. So you will kinda allow me to eat pizza, for example. Right? That doesn't be doppel. Okay. So 食べさせてもらう we don't use it usually. I don't know. We often use potential form. 食べさせてもらう But if you just describe somebody's no. The transaction you and somebody else 食べさせてもらう means I will have you let me eat pizza. That's what Andy said. Yes, like have. I'll have you. So authority. Where is authority? Authority is the director. 食べさせてもらう Director has the authority, and the director give me the power, and now I get pizza. Eat pizza. 食べさせてもらう Yeah. And how Japanese people use a lot this one is, I don't know, every day, right? Yeah. Okay, then let's compare what's the easiest formation and what's the occasion we use あげるくれるもらう食べさせてあげる What's the normal, like easiest, simplest saying if you don't use 食べさせてあげる
例え What do you ば mean? 食べさせてあげる OK ゆきこさんこれ私のピザです食べさせてあげる Instead I can say 食べてもいいよ食べてもいいよ。ああ、食べてもいいよ。とか食べてくださいとか What else? You allow other people to eat ああ、食べても食べて食べますか？食べますかうん。 Simple invitation. So that's kind of that thing. So you don't have to make like a causative or あげる formation here. You can just use te form and is it okay? いいですか食べてもいい、Yeah, that's one way. Another way, you just make te form and beg ください But the decree the nuance is really different. Okay, what's the difference? 食べてもいいよ Nuance. Think about it. 食べてもいいよ。So you can, so it's up to you. So you have a choice. You eat or you don't eat. Kind of, but you have a permission and you give a permission, right? Yeah. How about 食べてください食べてください is almost case. Most of the case. Kind of begging. So recommendation. Big. Say it again. Recommendation. Recommend. Yeah, but since you don't have no place to say no, kind of instruction. You know what I mean? Okay, you're gonna do this action, but very polite. Okay, on the other hand, 食べさせて Okay, so 食べるプラスさせる食べさせて This is like how does that sound different? 食べさせてあげるよ食べさせてあげる。Okay, so 食べる is the 食べる subject. The subject of 食べる is A, but so how should I say? So moving to the spoon to A is Okay, you literally you are grabbing the pizza, you grabbing the spoon, you grabbing the chopstick, and helping them the to other eat. speaker. So speaker grabbing. Speaker is grabbing the grabbing the food and feed them. to feed. Yes, to yes, feed yes, them. yes. So it's really clear that speaker has big authority, and the speaker controlling the action kind of. So that's a 食べさせてあげる You are really literally giving. Okay, so after all, あげる is something you are giving this something but for your good. For your good. Yes, that's 食べさせてあげる食べさせてあげる It's kind of okay. I'm okay, like a declaration. I am doing this it for you because it is for your good. Benevolent action. Okay, next. 食べさせてくれる You will allow me to eat pizza. 食べさせてくれる Okay, when do you use? Or is there any other phrase you can rephrase here? 食べさせてくれる食べさせてくれる Can you say it differently? 食べさせてくれる。食べさせてくれた食べてもいいと言われた食べてもいいって食べてもいいって言ったあとは何かな食べさせてくれる Yeah, it's kind of the direction different なんか
This one is the giver's action. 食べさせてくれる still giver's action but receiver is you. So a kind of same. Yeah. 食べさせてくれる、食べさせてあげる。But 食べさせてもらう is different. Okay. 食べさせてもらう。Can you say it differently? 食べさせて。It's simply. It's very interesting because we cannot find one. Why? 食べさせ。 I think we need a question sentence. 食べさせてもらえますか？食べさせてもらえますか？もらってもいいですか？食べさせて。Again. もいいです。食べさせてもらえますか？食べさせてもらえますか？ Yeah. You are not rephrasing. You are just changing conjugation. Hold on. So, when you wanna request, when you let me think about. 食べさせてくれる？食べさせてくれる？ Okay, let's see. Will you allow me? 食べさせてくれる？ Let me see. Will you allow me to eat pizza? 食べさせて If you ask with もらう How can you ask? 食べさせてもらえる？そう。Because you have to make potential form. You are asking like possibility if you can have. So could you have me? Okay. What the sentence will be? Could you have me to eat pizza? Eat pizza? I Kind don't of. know. Have me eat pizza. I think it's good. Okay. So. Basically, when we want to say 食べてもいいですか？食べてもいいですか？ we use this formation. Okay, let's practice. 話してもいい？話してもいい。話す。話してもいい。Causative passive. Try. Causative passive. 話してもいい。Can I speak? Can I 話して。causative passive. 話す。話させる。話させてもらえますか？話させてくれる？ Let me speak to them. 話させてくれる？ Okay, next. 飲んでもいい？ Easy? 飲んでもいい？ Try. 飲ませてくれる？ Yes. 行ってもいい？行かせてくれる？見てもいい？見させてくれる？見させてくれる？いいですね。Okay. How do you feel? You don't use much? 行かせてくれる？飲ませてくれる？見させてくれる？飲んでもいい、多いですね。I often use 飲んでもいいですか？飲んでもいい。Yeah, but think about this, the causative passive. The great way of practice is just changing this permission sentence into your sentence. You're asking. So, like when you use causative passive, your sentence becomes much politer because you are pretending as if permission
the authority was held by the speaker. You acknowledge this power balance and you are begging this permission. So your position becomes much much politer, so that a communication makes the listener feel good to just say yes. Kind of. Oh yeah, sure, sure, kind of. いいよ、あ、食べて食べて。So they would just say, あ、食べてください。あ、飲んでください。あ、見てください。But instead of you are just making 手 form, 手もいいですか? Yes, you can practice every single time with positive positive. Positive あげるくれるもらう。Yes, that's the topic. Okay, do you have any other question or comment? No. No, really, very good. Okay, we have 15 more minutes. What's the next? Okay. Comments. What's the next? Command. Commands. Commands. think I think so. Commands Japanese is very very important for people Really? who live in Japan. Okay. Important. Okay. 21 minutes. Okay, let's start. Commands in Japanese. Okay, let's listen it. What Andy explains about this. It's time to move on to commands in Japanese. So the command that is explained in Genki lesson 22 is nasai. Now, this command is aimed at someone who's generally lower than you in rank, usually parents towards children or teachers towards children, but sometimes people who are way up above you in the company might use this, maybe. And it's also used in test instructions. So if you're taking the JLPT, for example, or when Japanese students are taking tests, I actually had to record a test I recorded it here in this studio for the high school that I work at part-time. We recorded an English test for them, and Yuki read out the instructions in Japanese, and she was using nasai, nasai, nasai over and over again for all of the instructions. So it's very common on tests. So that's one reason it's important to learn it, even if you don't plan on commanding children to do things or being a teacher in Japan for kids. To make the nasai command form, you use the mas stem for both ichidan or whatever and godan verbs and add nasai, and that's it. Now, Genki mentions in their footnotes and in a couple little sections within the section a bunch of other commands, and I figured I should go over them quickly because these ones they're going to show up a lot when you're studying, reading stuff, or you probably won't use these ones too much, but you'll hear them a lot. This is the imperative form, and it's a very strong command, and you probably shouldn't use it, but you're going to hear it a lot, and you might use it someday, but you should be careful with it. It's a direct command, very strong. So this is for go down verbs. You just go to the A column, and then you're done. That's it. That is the command form. For ichidan verbs, you go to the O column. So basically, the do you turn it into ro. So tabero. So yeah, for aruku, which is a go down verb, you just go down to the A column, aruke, and that means walk. It's a command, direct command. For an ichidan verb, it's miru, miro, look, direct command. And that's it. The only other one that they cover down in the footnotes there is this one, and that is the dictionary form plus na. Dictionary form plus na. So for example, taberu na. And that means don't do something. So it's a command to not do that thing. And all you need for that is the dictionary form plus na. So here they all are in practice, plus an extra one for you. Tabenasai, eat. You'll hear parents telling their kids this in every restaurant you go to, everywhere, forever in Japan. The next one is, it's similar. You can Oh my gosh, the ending of this. Spoke a lot. Okay, first explain the comment in Japanese. As Yukiko mentioned, very similarly, konnichiwa Japoni-san. Yes, so basically,
the teacher bosses speech style, so you don't have to use however. You have to listen, you have to catch it because it's a command. That's the reason you have to know. And how to do is verb stem plus nasai. So 食べる it's gonna be 食べなさい。食べなさい。Yes. 食べます must drop. 食べなさい。食べなさい。Okay. But how about 歩く歩きなさい。歩きなさい。歩きなさい。Okay. That's the なさい form. Isn't it easy? Right? Yeah. Okay, practice. Let's practice. じゃあ、飲む。飲みなさい。話す。話しなさい。買う。買いなさい。買いなさい。Okay. Then next, Andy explained imperative form. Imperative. Then what did he say about imperative? Imperative is dropなさい。食べなさ食べろ。Okay, so he explained two verbs separately. 一段 verb and 五段 verb. 五段 verb. 5段 verb. Yeah. So 食べる it's gonna be 食べる is gonna be 一段 verb. 食べろ。食べろ Yes, so る become ろ Okay, so る like are you gum ろ are o Okay, how about 歩く歩く。歩け。歩け That's right. So 歩く is not ろ right? Yes. Yes, different in imperative form. 歩く is 歩け Yeah. Isn't it difficult? How about 行く行く。行け。行けじゃあ見る見る。見ろ。見ろそうです見る見ろOkay, negative 見る見ろ見るな。Okay, then here's my question. What is the negative form of なさい食べなさい Can you make なさい negative comments? 食べなさい。食べなさい。食べてはいけません。食べてはいい。なんて言うかな。食べないで。食べないで。So, なさい it doesn't have the opposite negative formation, which really interesting. So, you can say, oh, do it with なさい食べなさいねなさい話しなさい But don't do it is not in this particular grammar. You're gonna use like Yukiko just did, using different grammar. For example, 手はいけません。食べ。手はいけません。or ないフォームプラスください。食べないでください。Something like that. Yeah, but ないでください is like above grammar. Verb 手 form plus ください、which is the politer form. So 食べてください。食べ negative ないでください。So actually ください form has both, right? So you can say affirmative, just making the form 食べてください。And negative, you just say negative form 食べないでください。You can describe both. And ください食べ and なさい which is politer? 食べないで。So くださいください the form plus ください is much politer. Why ください politer?
ください。 Mm-hmm. Why? さい。what? It's very simple. くれるくれるぐらいって場合。Just Japanese people knows it's polite, right? うん。But you are Japanese teacher, you have to explain it, right? So, くれる、ください, where did it come from? くれるください。Where did you come Original verb of ください. Original verb. ください。くれるじゃないですか。その通り。So, くれる is the original form. And くれる becomes くださる, which is honorific. That's why くださる is very polite. Because using like you lift up the other speaker's action already by making this くれる becomes くださる. And this order form くださる becomes ください. That's why 食べてください is super polite because you are taking honorific towards the listeners. 食べてください。食べないでください。But なさい doesn't have くれる, right? So that's why less polite. 食べなさい。食べなさい。食べなさい。But it's very funny things is there's no negative. So just do it commands. But there's no neither. So if you want to say, okay, do not, you can go this formation, ください formation, 食べないでください. Or you upgrade these commands like a severe direction, which is imperative. Okay, so you're gonna say, 食べるな。食べるな。食べるな。That's the negative form. 見る見ろ Okay. So if you want to say don't watch me 見ないで。見るな。見ないで or 見るな見ないで or 見るな This is 一段 Just you gonna say it in infinitive form plus na. So na represent no. Why? Na basically means nine, negative. So 食べる negative. 見るな食べる食べるな Okay. How about go down? 歩く歩け Okay. 歩く歩くな。な行く行け行くな。行くな Okay. な。 Still, formation is super simple. So basically, like don't joy is such a probably very maybe important. Yeah. So just adding na, then you can see. So if you know infinitive, you can understand what this person is saying. Wow, this person is giving me strong command like a commander. Okay, but this grammar, this section's point is that 2-3 formation kinda. If you go very polite, you usually just go kudasai and your life is okay. Okay, so like the way of use, which way you use it's okay. Always you stay here. Kudasai, 食べてください。食べないでください. Fine, but somebody else might use this other way. So one step down. 食べなさい。待ちなさい。行きなさい。帰りなさい。このライブストリームから出なさい。Like sounds they have authority. なさい。But they wanna say like don't do it much harder. Like don't do it first of all. Then there is no nasai form for not doing. So they can go further imperative. 見るな。話すな。
入るな、行くな. That's an imperative. And as Andy said, I strongly agree. You don't have to use it. Just, just you have to know it. This is the form they might use. The speaker might use. Especially that speakers have authority. Speaker has power. Speaker regulates something. Yeah, But that's at least, so you have to listen and read. You have, you need to understand. read, Yeah, and yeah. that's for sure. You have to understand. Yes. By the way, there's a ending particle na. Ending particle na. Yeah. For example, um, 6な yeah. For example, ending particle is like 食べてくださいね。食べてくださいよ。Okay. Then 食べなさい。食べなさいね。食べなさいよ。Both possible, right? How about imperative? 食べるなよ。食べるなよ。That's still possible, but it doesn't come with ね。食べるなね。Because yes. ne particle is always seeking agreement. However, you are not seeking agreement when you use imperative. You are like the authority, and you are not asking other people's opinion. So you don't need na. So 食べるなよ is fine, but 食べるなね never happen. How about 食べろよ。食べろよ is also very, very common. 食べろよ。見ろよ。So, よ is fine, but not ね。But why I'm talking about this is because sometimes we might say like 食べな、見な、もう寝な。So that's Andy also mentioned in a later video. So 食べな、見な。I think, but so that this is a maybe control direct. I don't know. Yeah, no, definitely. Like, yeah, like but it's still standard Japanese way of saying 食べな. Oh wait, but you cannot say this is a Kanto dialect because 食べな means 食べや. So in Kansai, for example, 食べや, 食べな. It's directing the action. 食べ, yeah, eat it, right? 食べな, eat it. So it's similar as 食べろ, right? But not that harsh. So, like instead of using ro, instead of saying 歩け, Wait a moment. Yeah. So, 歩け, 歩きな, 歩きや, 行きや, 行きな, 行きや. So this is another like a little bit softened version. You are not gonna use ro or ke the ending, but kinda instructing. Oh, softened version. Okay, let's say softened imperative. That happens too. Yeah. 食べな、食べや。歩きな、歩きや。行きな、行きや。Okay, so if I put this in the order, it's gonna be here, right? No, what do you think? Maybe here. Like, this is extremely, like,
informal. Informal, Yes. yes. On the other hand, nasai is super formal. Super formal. Yeah, like if you say nasai, yeah, very formal nuance, like sound, formal. Of course, kudasai is formal too. Of course, imperative is like regardless the circumstances, like this, if speaker hold the certain position, they say that. Yeah, like but still you can say formal. Yeah. Okay, but that's it for today. Well done. Okay. Mm-hmm. Alright, good job. How was it today? Okay. I think so. Common in Japanese, especially soft inform. No, soft informal じゃなくて. So like imperative form. Mm-hmm. So I think it's so very important. Oh, So really? you have to, you have to study. So it's so if you want to live in Japan or if you live in Japan, because so the earthquakes or so avoiding the disaster, avoiding the disaster, so you have to like check the news news weather forecast, and then so sometimes you can see the に、なんだったかな ?I forgot. So, 逃げろ。逃げてください。逃げてください。Oh, okay. So although the official informal information is saying 逃げてください、逃げてください, but the normal citizen they just say 逃げろ、逃げろ. So you have to, Yeah. you like okay before you reach the official announcement, you have to catch this local people saying 逃げろ、逃げろ、走れ. To save your life. Okay, it makes sense. That's extreme, Yeah. but yeah. Alrighty, good job. Okay, that's it for today. Thank you for coming, everybody. We're gonna continue Actually, this is the last lesson, right? The Genki 23, and we probably finish up the Genki 23 next week's Wednesday. Yeah. Oh, yeah. Yes. 23 is the last section. Yes. So next topic is bar conditional. So if you have time, please come back. And Yukiko, thank you for your time. And now you can go. 行かせてあげる. No, but people don't say it because it's very stupid, as if I am saying I have the authority and I am giving the Yukiko the permission. I don't want to show that power structure. So but Yukiko might say, じゃあ行かせてもらいます. Yeah. They're just being polite. It's not like showing the structure, rather just being polite person. Okay, ありがとう。じゃあまた来週。Alrighty, thank you for everybody. Our streaming contents are fully provided in a YouTube channel, Azumeism. So if you go to the playlist, you can check all the Genki 1 and 2 episodes. いや、ダニエルさん、最後までありがとう。質問ないですか？質問ないですか？よかったらステージに上がってください。Yes, and after this content, I'm gonna read the news article. NHK 優しい言葉ニュース。面白いね。Okay. Yes, so maybe yes, after a 5 minutes break, I will do this. NHK 優しい言葉ニュース You can take a look. 優しいこと OK
土曜日と日曜日は休みにしてほしい。ハロウィン渋谷に来た人が 20% 増えた。It's boring news. Oh, okay. How about this? 年賀状、フリーランスの法律。難しいね、法律ね。うーん。へえ。卵の値段。あ、これしますか？同性が結婚できないのは憲法に違法。これ面白いかもね。気候が変わって人の体に悪い影響。私これにします今日。はい、決まりました。タイトルはね、はい、皆さん検索してください。世界の研究チーム、気候が変わって体に悪い影響。今日結構ね、久しぶりだったんだね。土曜日ぶり。これ本当に555回かな。気候が変わって体に悪い影響研究ワールドだろう。Climate change exposes people to serious health threat。 すぐ見つかっちゃった。Researcher warn。 ありがとう。そうなんだ。今日は一発で見つかったね。すごい嬉しい。これどうしてかな、出なくなっちゃったな。何なんだろう、何がダメなんだろう。これこっちも出ないのかな。サムネイルが出なくなったの。私にはなぜかわからないんだけど、出ないね。わかりました、サムネイル出ないということで、じゃあこのおお、OK、始まったね。 OK、 じゃあこのニュース読みましょう。もうさっさと始めましょうかな。Sure. Alright. Here we go. いいよ。いきます。Hello everyone, thank you for listening. This is Asmi's Easy Japanese Small Talk. Today, I read the NHK News with the article Climate Change Exposes People to Serious Health Threats. Researchers warn. Okay, here's my news information.
I'm recently offering JLPT December's examination preparation course on Italki, the language learning app. Also, I'm offering A1, A2, B1 speaking class there. So if you're interested in, please take a look at the description. That being said, let's get started. Ohayou gozaimasu. Azumi desu. 11月6日土曜日。Azumi's Easy Japanese Small Talk 第555回目。何もないです。5、5、5。はい。土曜日じゃないよ。水曜日。アメリカ大統領選挙の翌日です。大統領選挙の結果はまだニュースになってないから読みません。私は今日読むニュースは、世界の研究チーム、気候が変わって人の体に悪い影響を読みます。お楽しみに。はい、どうですか、日本語の勉強は。天気のニュースって多いですよね。雨とか台風とか洪水とか気候ね。あと暑いっていうニュースも多いよね。はい、暑い、寒い、あと台風、雨、全部入れて気候と言いますね。気候。世界の研究チーム、気候が変わって人の体に悪い影響。夏がとても暑くなるなど、世界の気候が変わって人の体に悪い影響が出ています。イギリスなど世界の研究チームによると、去年はとても暑くなって65歳以上の人が大勢亡くなりました。1990年から1999年までの平均と比べると 2.67 倍でした。暑い国に多い病気のデング熱になった人も去年は今までで最も多くなりました。暑さなどが原因で食べ物も足りなくなっています。研究チームは、世界の国は地球の気温を下げるためやみんなの命を大切にするためにお金を使わなければならないと言っています。はい、タイトルは世界の研究チーム、気候が変わって人の体に悪い影響。これはThe Lancet という写真が記事の中にありますね。これが多分チームだと思いますよ。チームかな、違うな。雑誌の名前だね。ジャーナルだ。ジャーナルランセット。はい。で、そこの中で世界のチームがね、言ったんだって。はい。研究は何ですか？調べることを勉強することです。研究と言います。特にね、大学で調べている、勉強していることは研究と言いますよ。研究する。はい。で、チームですね。だから一人じゃないです。はい。チームはカタカナで使います。チーム。気候が変わって人の体に悪い影響。何を言いましたかっていうのがこの鍵括弧ね。鍵括弧。はい。チームが言ったことはこの鍵括弧です。気候が変わりました。一つ目。二つ目は、悪い影響がある。はい。この二つを手フォームでつなぎます。はい。最初に何がありましたか？気候が変わる。こ
これが最初、1つ目のアクションで、それがあったから2つ目、悪い影響があると言ってますね。はい、影響っていうのはね、そうだな影響、これね、影っていう感じと響くっていう感じなんだけど、影っていうのは shade だよね、shadow とかね。で、響くっていうのはエコーね、あずみさんのポッドキャストでよく聞こえるやつね。エコー。だから、気候が変わると、それが起こった、そのアクションが起こったから、次の違うアクションが起こる。影響すると言います。影響する。それから影響があります。影響がありません。はい、読みます。夏がとても暑くなるなど、世界の気候が変わって人の体に悪い影響が出ています。このなど面白いね。などっていうのは他にもあるようなんだよね。など他にもあるよ。で、ここでなどを使うかと思って。さっきはこう言ってたでしょ。変わって、テフォーム。だからテフォームでもよかったの。夏がとても暑くなって影響が出ています。はい。さっきは気候が変わってと言いましたね。私はさっき最初にこう言いましたよ。暑い、寒い、雨だ、フラット、洪水だ、台風だ、全部のこの空の様子が気候です。で、気候が変わったって言いましたけど、どうやって変わりますかという例えです。はい、例えばとても寒くなった、これは一つの例だよね。暑くなった、ハリケーンがたくさん来た、いろんな例がある、例えがあるから、全部言うと大変でしょ。だから一つだけ言います。夏がとても暑くなるなど。はい、だからなどをここにつけたのね、テフォームじゃなくて。夏がとても暑くなるなどで、テフォームを使いたかったらなどでを使ってもいい。はい、世界の気候が変わって人の体に悪い影響が出ています。はい、今度出てきたバーブね、出る。はい、出る。影響が出る。はい、イントランジティブですね。はい。じゃあね、もし私がね、何かを世界にこう影響をこうさせたら、こう言います。影響を出す。あんま言わないけどね、影響を出す。そうだね。ほとんど出るだな。でもよく使うのは影響が exist センテンス。影響があります。影響がありません。はい。でもあるだったら今そこにある existence だけだけど、出てるだったらほらアクティブなアクションでしょ。影響が出ています。はい。今だよね。tail form。イギリスなど世界の研究チームによると、はい、ここも同じなどですね、2回目。イギリスだけじゃないよ。でもイギリスがいるのね、このチームの中に。で、イギリスの他の人もいるから世界の研究チーム。でも多分イギリスの人がたくさんいるとか、そんなことだと思う。イギリスなど世界の研究チームによると、はい、によるとはセットですね。はい。誰の情報ですか？この人の情報です。情報のソースです。研究チームによると、去年はとても暑くなりました。なるテフォーム、なって。去年はとても暑くなって、一つ目のアクション。二つ目は、大勢亡くなりました。はい。暑くなる。これがあったから、人が亡くなった。今日なるめっちゃ出てるよ。いくつ出たか、ここまででいくつ出たかわかる？暑くなるが出たでしょ。それから、ここでもう一回暑くなる。1回目暑くなる。2回目暑くなって、それからここにね、なくなるってあるよね。これ、ないプラスなるです。ないプラスなる。
なくなるね。はい。なくなるっていうのは死ぬことです。で、誰かが、あれ今いました。今いません。これはいないプラスなるだから、いなくなる。違うの。いなくなるはまだ生きてると思うけど、なくなるは死ぬことですね。次。1990年から、ちょっと待って、65歳以上。65歳よりも年齢が上以上です。65歳以上の人が大勢。大勢もチェックする？大勢と同じ意味は何ですか？たくさん。たくさん。はい。いっぱいってことね。いっぱい、たくさん亡くなりました。ちょっとフォーマルな言葉でね、大勢亡くなりました。1990年から1999年までの平均と比べると 2.67 倍でした。はい、これコンディショナルとイベント A とイベント B といつもそうだよ。はい、何かをした、一つ目のアクションをしたらこうでしたよと言ってます。イベント A をしました。そしたら、イベント B、こんな結果でした。まずは比べるをしました。平均と比べました。難しいね。平均っていうのは average。比べる。これね、こっちとこっち。比べると言います。compare。平均と比べると 2.67 倍でした。2.67 倍っていうのはこう1つあったらそれが2つある。はい。わかる？ 2.67 倍。2.67 倍ね。いつもよりも去年は1人死んでたのに今年は2人だ。去年は100人死んでたのに今年は267人だということね。はい。1990年から99年までをこう言います。1990年代。1990年代の人の死んだ数と比べたの。2023年だろうね。2023年まで 2.67 倍たくさん死んでいます。暑い国に多い病気のデング熱になった人も去年は今までで最も多くなりました。ね、何を言ってるかっていうと、なるがすごく多いの。デング熱になる、病気になる。はい、なるね。ここもなるです。デング熱になった人。はい。もちろん、いいアジェクティブプラスなる、多いプラスなる、多くなる。多くなりました。暑いからデング熱の病気が多くなった。つまり、増えた。はい。今までで最も多くなりました。暑さなどが原因で食べ物も足りなくなっています。これがあったからね。暑さがありました。だから、はい、原因と言いますね。原因。面白いことに気がついた。原因なんだけど、よくね、これ本当は原因なの。原因が正しいの。でも私、原因って言っちゃうね。原因。多分原因っていう人結構いると思う。原因。気をつけないとね。原因で。めんどくさいのね。だから伸ばすの。原因。でも原因が正しい。暑さなどが原因で食べ物も足りなくなっています。はい、ここもなるです。今度は足りない。足りる、足りない。プラスなるね。足りなくなるになります。何回使うのなる。すごいでしょ。はい。研究チームは世界の国は地球の気温を下げるためやみんなの命を大切にするためにお金を使わなければならないと言っています。気温を下げる。気温を低くするんですね。下げると言います。下げる。みんなの命を大切にするために。そうだね。いっぱい死んでるから
たくさんしなくていいように大切にする。はい。あ、ダニエルさんありがとう。またね。はい。何々にする。大切にするというのは、実はなるのペアですよ。何々になる。はい。なる、する。トランジティビティペアと言いますね。はい。アクションをするから大切にする、大切にする。わかりました。じゃあ大切にするから、はい。どうなりますか？ consequence。大切になる。でしょ？はい。どっちも同じですに、アジェクティブ。例えば、世界をね、私、実は天気をコントロールしています、皆さん。はい。世界を熱くする。はい。じゃあ、どうなる？熱くなる。はい。さっきの動詞、足りないがありましたね。足りなくする。足りなくする。そうなんです。私が全部食べたんです。足りなくする。はい。じゃあどうなりますか？足りなくなる。はい。全部セットです。足りなくする。足りなくなる。大切にする。大切になる。先生にする。先生になる。はい。じゃあ今日は休みにする。休みになる。寒くする。寒くなる。はい。というわけで今日は健康と気候のニュースを読みました。世界の研究チーム、気候が変わって人の体に悪い影響をはい。暑いのがダメなんだろうね。暑いのだけかな。でも暑さなどが原因でって言ってますね。暑さだけじゃないからですね。でもやっぱり暑いというのがたくさん人が死ぬ理由になっているみたい。だからやっぱり暑くなる。地球が暑くなるのは良くない。はい、観測史上2023年は最も暑かったんですね。今までで一番暑かった。今までで一番暑いからたくさん人が死にました。病気が増えやすくなる。それから食べ物が少なくなる。水が足りなくなる。そうするとみんなの健康にダメージ、深刻な影響が出るようになる。深刻な影響が出るようになる。はい。皆さん、地球を熱くなくしなければいけない。大変ですね。今日は気候変動のニュースでした。聞いてくれてありがとう。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。ドリスさんありがとうございます。今日はここまで。ありがとうありがとう。勉強になった。すごいじゃん。今日のポッドキャストはね、ポッドキャストなの。なんだそれ。ポッドキャストなの。だからね、よかったらポッドキャストチェックしてくれたら嬉しいです。さっきも言ったんだけど、これは、間違った。ポッドキャストなんだけど、ポッドキャストだけじゃなくて、YouTube でも、コンテンツを見ることができるように。ダメだ。コピーできない。だって今、どうして変なの。コピーできない。できた。はい。アズミイズムと言いますね。アズミイズム。この YouTube チャンネルでコンテンツを見ることもできるので、よかったらチェックしてください。今日もストリーミングありがとうございました。皆さん。では、今日もいい一日を。さよなら。